日はニンニク醤油の白菜サラダを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日はニンニク醤油の白菜サラダを作りたいと思います。はい、ということで今回はですね、白菜を大量消費できる簡単おかずレシピをご紹介していきます。今回はですね、ニンニク醤油だれを作って、そして白菜に絡めて仕上げていきたいと思います。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ところどころポイントがありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。白菜、ニンニク、唐辛子、お醤油、お砂糖、塩、みりん、お酢、だしの素、ごま油、白ごま。今回はこちらの材料で作っていきます。まず白菜なんですが、今回4分の1個で約 500g から 600g のものを用意してください。そしてニンニクなんですが、ニンニクは必ず生のニンニクを使用してください。あとはごま油なんですけれども、こちらはお好みでオリーブオイルで作っていただいても OK です。オリーブオイルを使って作ると少し上品な味わいに仕上がります。ということで早速こちらの材料で作っていきます。それでは作っていきます。まずはじめに白菜をこのまま洗ってください。はい、OK です。このね、根元の部分に土が溜まりやすいので、この部分は特に丁寧に洗うようにしてください。そしたらこちらをですね、このままだいたい1センチ幅ぐらいで切っていきます。はい。で、この芯の部分はですね、切り落としてください。また、こちら根元の部分も1センチ幅で切っていきます。はい、これで OK です。そしたらですね、こちらの白菜はボウルの中に入れましょう。はい、OK です。ここに塩を振りかけてください。そして塩を全体に回しましょう。このように揉み込むように全体に塩をなじませてください。はい、で、だいたい1分ほどなじませたら表面にラップを貼り付けます。そしたらですね、ちょっと手で押さえつけて、そしてこのまま30分ほど置いてください。そうすると白菜から水分が出てきます。この水分をしっかり絞るとですね、味が馴染みやすくなります。もし重しとかがあれば上に重しを乗せていただいても OK です。なければね、こうやって手で押さえて、あとはこのまま置くだけでも大丈夫です。ではこのまま30分置いていきます。それでは続いて唐辛子を切っていきます。こちらはキッチンバサミを使って切っていきたいと思います。まず半分に切ります。そして種を取り除いてください。あとはね、こちらをハサミで切って輪切りにしていきます。はい、唐辛子はこれで OK です。スーパーにはもうすでに輪切りになってるものも売ってるので、そういったものを活用していただいても大丈夫です。あとはですね、辛いのが苦手だったり、お子様が召し上がる場合は、こちらの唐辛子は抜いて作ってみてください。それでは続いてニンニクです。ニンニクはですね、まず半分に切ります。そしてこのようにね、ニンニクの芽があるときは、こちらは必ず取り除いてください。このニンニクの芽はえぐみの原因だったりとか、あとは焦げやすい部分になりますので、必ずね、忘れずに取り除いてください。はい、こんな感じです。そしたらあとはね、こちらみじん切りにしていきます。このみじん切りのやり方はやりやすい方法でやってください。ちょっとね、粗めのみじん切りで大丈夫です。そうしましたら残りもね、同じように芽を取り除いて、そしてみじん切りにしてください。はい、OK です。ニンニクはこのように粗めのみじん切りにしてください。はい、こちら30分経ちました。30分経つとこのようにね、白菜から水分が出てきます。なので今からこちらをしっかりと絞っていきます。空のボウルを用意してください。そして白菜を手でギューッと絞ります。できるだけね、しっかりめに絞ってください。はい、こんな感じです。このように絞っていきます。それではね、残りも同じようにギューッと絞りましょう。はい、絞り終わりました。絞った白菜はこんな感じになってます。先ほどの量よりも半量ぐらいになってると思います。そしてこちらがですね、絞った白菜の水分になります。このようにしっかり絞るようにしてください。こちらは使わないのでこのまま処分していただいて大丈夫です。そうしましたら今からニンニク醤油だれを作っていきます。そ
それではフライパンを用意してください。まずここにごま油、そしてニンニク、まずこのまま一度火にかけます。火加減は中火です。一度ね、ニンニクがじゅわじゅわっとしてくるまでこのまま加熱していきます。はい。で、ニンニク全体がこのようにじわじわっとしてきました。そしたらですね、続いてここに調味料を加えていきます。油跳ねにはね、十分に注意してください。まずお砂糖、そしてみりん、そしてだしの素。このようにね、パチパチしてきたらもう火を止めちゃって大丈夫です。そしてここにお酢、最後にお醤油を加えてください。で、一旦ね、パチパチが落ち着くまでね、火は止めてください。これでしっかりと混ぜましょう。調味料を入れてる最中に結構パチパチっと跳ねてくるので、跳ね始めたら火は必ず止めるようにしてください。そしたらですね、このパチパチが落ち着いたらもう一度ね、最後軽く火にかけます。はい。で、これでね、30秒ほど加熱したら火を止めてください。ニンニク醤油だれはこれで OK です。そうしましたらね、先ほどの白菜の中にこちらのニンニク醤油だれを入れます。全部ね、回しかけてください。そしてあとは仕上げに唐辛子。唐辛子はね、一緒に加熱すると色が悪くなったり焦げやすいので、必ず加熱せずに入れてください。そして全体を混ぜましょう。こうやってね、温かい状態で白菜にかけていただくと味がね、染み込みやすくなります。はい。そして最後ね、白ごまです。そして和えましょう。はい、これで完成です。あとはね、もうこのまま召し上がってください。それでは盛り付けたいと思います。はい、これでニンニク醤油の白菜サラダの完成です。こんな感じに仕上がりました。このようにしっかり味も馴染んで美味しそうに仕上がりました。それではですね、一つ美味しい食べ方をご紹介します。まずご飯を準備していただいて、この上に白菜をたっぷり乗せてください。ちょっとね、真ん中をくぼませて、そしてあとは真ん中に卵黄をのせます。よいしょ。これで最後ちょっと鰹節をかけます。これで完成です。で、このような食べ方も美味しいので、ぜひね、試してみてください。それでは早速いただきたいと思います。では、いただきます。ニンニクの香りが効いててすごく美味しいです。そしてしっかり味が染みてて、白菜もシャッキシャキです。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のニンニク醤油の白菜サラダのポイントです。まず白菜なんですが、だいたい1センチ幅ぐらいで切るようにしてください。そしてこの白菜は切る前にお水で洗ってください。特に根元の部分に土が残ってる時もありますので、その部分はしっかりめに洗うようにしてください。そしてその後ですね、全体に塩をまぶしておいてください。そうすると水分が出てくるので、しっかりめに絞るようにしてください。このようにね、一度水分を出していただくことで味が馴染みやすくなります。そしてニンニクなんですが、こちらは生のニンニクを使うようにしてください。チューブ状のニンニクを使ってしまうと、タレを作る時に油跳ねしやすくなるので、チューブ状のものは使わないようにしてください。もしね、どうしてもチューブ状を使いたいという場合は、唐辛子と同じタイミングで入れていただくといいかなと思います。その時の量はお好みで調整してください。そしてニンニクなんですが、こちらは必ずニンニクの芽を取り除くようにしてください。えぐみの原因だったりとか、あとは焦げやすい部分になるので注意していただけたらと思います。そしてニンニクは粗めのみじん切りにしてください。続いてニンニク醤油だれを作る時のポイントです。まずですね、ごま油とニンニクを加えてじわじわっとしてくるまで加熱してください。その後ですね、調味料を加えるんですが、この時ね、少し油跳ねする時もありますので、油跳ねだけには十分に注意していただけたらと思います。そして調味料を加えてるとね、ちょっとパチパチしてくるので、その時は一度火を止めて行うようにしてください。そのまま火にかけてると油跳ねしやすくなるので注意していただけたらと思います。そして全部調味料を加えてしっかり混ぜて、ふつふつ加減が収まったらもう一度火にかけて30秒ほど混ぜながら加熱してください。あとはニンニク醤油だれが熱い状態で白菜にかけるようにしてください。熱い状態でかけていただくことで味が馴染みやすくなります。そして唐辛子なんですが、醤油だれを作ってる時に一緒に入れてしまうと焦げてしまいますので、この唐辛子は加熱せずにそのまま
直接白菜に入れるようにしてください。こちらの唐辛子に関しましては、もし辛いのが苦手だったりお子様が召し上がる場合は抜いて作ってください。このね食べ方なんですが、そのまま召し上がってもいいですし、ご飯にのせてその上に卵黄をのせて、そして鰹節をかけても美味しいので、ぜひこちらもやってみてください。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はニンニク醤油の白菜サラダを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。